小結熱海富士、静岡県出身伊勢ヶ濱部屋、関脇高安、茨城県出身田子ノ浦部屋、最後は大関琴櫻、千葉県出身佐渡ヶ嶽部屋。ですね、調子いい時には結構活躍しますので、はい、今場所も頑張ってほしいですね。はい、ここからの後半戦が大切になっていく金峰山、このところ4場所連続負け越しが続いている金峰山です。幕内ではこの両者は初めての対戦ということになります。もろ手から先手を取る金峰山ですが、まわしを引いて朝白龍が組み止めました。朝白龍得意の四つです。金峰山もこの四つで相撲は取れますが、もうすでに腰が伸びている金峰山、ただ重たい腰の金峰山です。がっぷりになりました。体勢は朝白龍ですが、引きつけて寄ります。休まず寄ります。攻め切りました。寄り切り朝白龍の勝ちです。自分得意の右四つに組み止めました。金峰山としては突き放し、もう一つ威力がなかったでしょうか。そうですね、あんまり元気ないですね、はい、ちょっとそうですね、立ち合いももっといつも通りとちょっとすぐ腰が伸びちゃったんで、どっか心配になりますね、ちょっと。そうですね、本当だったらね、もっと手がぐーっと伸びていくんですですね、はい、手が長いんですので、はい、そうですね、いつも腰低くて手伸ばすんですけど、ね、すぐ腰もなんかね、どっか悪けなければいいんですけどね。あとは金峰山の場合は首にがね、もともと良くなかったりするので、その辺がどうかというのがあります。そうなんですね、ちょっとあんまり元気なさそうに見えますね。はい、逆に新鋭のこの同部屋の2人が今回同時に新入幕を果たしました。そういう意味では緊張とともに、今ちょうど土俵下映ってますが、負けられないぞという思いもね、同じ部屋ですから、そうですね、あるでしょうしね。あんまり考えないですね、同じ部屋なのっていうのは、俺も勝たない相手をとか、あんまりライバルにしないんですね、自分の部屋なんで、そうですね、むしろ仲間が一緒にいて頼もしいぞみたいな。さあ、新入幕は右側の藤青雲です。右四つという型があります。攻め込むのは千代翔馬、柔らかく回り込みます。この柔らかさも持ち味、藤青雲前に出ました。押し出し、藤青雲の勝ち。これで新入幕6勝目。勝ち星ですね。いいですね。右四つといういい方もあるんですが、それとともに今日も見せた長丸さん、これ体が非常に柔らかい、柔らかいですね。なんかスパられても全然伝わらないんですね、スパリは。相手のパンチは効かないとか、体の伸びてるんで素晴らしいですね。で、膝がすごく低いんですね、曲がってるんですね。すごい素晴らしくてね、ずっと曲がってますね。よしこ踏んでますね、僕と違くて素晴らしいですね。本当に苦手です、苦手です。里山関とかね、里山関とか、もう本当に石浦関とかね、本当に。さあ、どういう展開になるでしょうか。当然朝紅龍としては藤両河の突きをまともにもらうわけにはいかないわけですが、藤両河は押し相撲、見るからに押し相撲という体型です。そうですね。ガガ丸さんを思い出させるような体型ですね。ですね。もうやっぱりお相撲さんは
体型で見ると大体何相撲って分かりますね。なるほど。踏み込みは朝紅龍です。突き放させない。しかし出るのは藤亮が、この喉は残した。踏み止めたぞ朝紅龍。ここから下手投げもありますが、ただ藤亮がもう四つでも相撲は取れなくはありません。この下手投げ、見事鮮やか。得意としている下手投げが出ました。タイミングの良さ、朝紅龍の方が6勝目、藤亮がは5勝4敗と星が変わります。いや、お見事でした。素晴らしいですね。やっぱり、ありがたいですね。やっぱりどっちっていうと、押しは止めれば、押しに入れればここの方がお得意って感じなんで、喉輪で決めたかったですね。決めたかっただろうなっては、ここで組まれた時にはやっぱないなっては多分、そうですね。四つ相撲だったらまだ全然変わってきますけど、やっぱり押し相撲のいくら冷静になってもちょっと気持ち的には嫌だなっては気持ち対するはこちら新鋭です。欧勝海、先場所は2桁10番勝ちまして大いに活躍しました。これが幕内まだ3場所目。序盤は5連敗のスタートだったんですが、徐々に欧勝海らしい相撲が出てきました。昨日は正代を相手に外四つで勝っています。連日の大関経験者との対戦という欧勝海。前に出るのは欧勝海です。今この辺りが御嶽海ベテランのうまさ。突き落とし御嶽海の勝ちです。もう相撲は欧勝海一方的かと思いましたけどね。そうですね。相撲的にはそうなんですけど、やっぱりベテランさ出ましたですね。出ましたですね。やっぱりね。竹山さんも強い時に本当に素晴らしい。普通の人はそういうになってくるんで、でもやっぱり自分の土俵の経験の長さで、そういうところでうまくかわしたりとかは素晴らしいなと思います。でその一方で今日は頭からきました。体大きいんですけどね。獅子ですか。そうですね。ちょっと関節は硬そうですね。大きいな足で、もっとまた割れとか。足が広ければね。なるほど。立ち上がり低くなれば怖くなるってくるんだろうなってはありますけどね。行司木村要之助の声が響きました。踏み込みは錦富士ですが、中に入ったのは獅子です。今日は一気に出ていきました。寄り切って獅子の勝ち、白星先行5勝4敗。錦富士は黒星先行4勝5敗と変わっています。今川村さんのおーって声が出ましたけど、そうですね。なんか考えて当たったっていうような気持ちでしたんで、感じでしたんですね。分かって当たってると思います。ちょっとあんまり体重かけるより、腕で場所が、狙ったような感じでした。切ってもおかしくないような体はもうしておりますけどね。本当にね。でいい四つ身の方もあるんですけどね。ちょっと立ち合いがおとなしいからというところもありますね。過去は3対2と狼雅がリードしています。幕内での対戦。中に入ろうという翔猿、この辺りの勘です。うまく相手の出足、タイミングを見計らいました翔猿の勝ちです。これも翔猿の相撲です。3勝目の引き落としです。この辺のタイミングですよね。いや素晴らしいですね。相撲っていうのはやっぱり立ち合いとか、技もありますけど、やっぱりタイミングはこうやってはたき込みっていうのはみんな、楽にいい相撲を取り続けています豪ノ山。この勢いが後半戦の土俵でも続けることができるか。
琴恵峰も確かに自分が言うように伸び伸びと自分の四つ相撲、柔らかさを生かしています。立ち合いですね。はい、大事なのはこの2つ、2人の中。ついて一気に出る豪ノ山が一気に決めました。勝ち越し。今場所のこれが豪ノ山の相撲です。まさに電車道、一気に持っていきます。琴恵峰は6勝3敗と星が変わりました。1敗勢4人、そのうちまず豪ノ山が勝って白星を伸ばして勝ち越しを決めました。張り差しを狙っていったんですね、琴恵峰は。そうですね、これは、いわゆる乗ってるっていうことですね。豪ノ山が、豪ノ山は本当にこんな、多分自分のことは自分でこんな立ち合いがいいタイムより親方の方が短いですよね、はい、素晴らしいですね、本当に。確かにあれよく話題になる50ぐらいまで取れるんじゃないかっつってね、50でもし親方になったとしたら65は定年ですからね。そうですね65で定年だったらね、でも重量やっても65までいけるちゃうんですかね重量という成績が残っています。朝乃山はもちろんの右四つ、玉鷲はもちろんの押し相撲。右をかち上げていこうという朝乃山です。押して出る、どんどん前に出ますが朝乃山しのぐ、攻める玉鷲休まない、組み止めたか朝乃山、しかし左四つすくい投げ、朝乃山の勝ち。今場所はもう一つ玉鷲攻めきれません。朝乃山逆の左でしたけれども、左の平が返りました。朝乃山はちょっと立ち合い遅れてましたんですねっていうふうに見えましたね。はい、っていうか踏み込んでない感じはあったんですけどね。そうですね、差しに行ってますね、でも玉鷲の攻め方は41歳より21歳の攻め方じゃないですか、ただ今日これ押し切ることが、玉鷲だけもすごく元気なはい、一番だったなと思いますね、ああいう負け方ってやっぱり朝乃山さんは4連敗もありました。もう一つ欧勝馬らしい相撲が取れないでいましたが、昨日は一山本を相手に1分31秒粘り勝ちでした。連敗を止めています。一方時疾風は左四つの中に入ってのうまい相撲を持ち味にしています。ちょっとまたピクッとずれましたが、中に入れたくない欧勝馬、上手を取りました。上手投げ、大きい相撲を取りました欧勝馬の勝ちです。立ち合いがちょっと時疾としてはちょっと急いでたんですね、一応引っ掛けもありましたし、そうですね、今もなんかこうちょっとピクッとこうね、なんか勝ちたい気持ちは勝ちに先にこだわってたっていうような印象でしたね。上手投げで欧勝馬が勝ちました。さあそして、幕内前半戦最後の取組が大野勝の不戦、休場ということで正代が不戦勝ということになります。不戦勝も相手になると、はい、不戦勝も相手になると、はい、
みんな緊張してるのに下着部屋にいられないんですよ。ああ、そうですいやか。ーもう話せられないしあ誰も何もできないんで、もう本当に自分はやっぱり自分の時間に待つしかないんですよ。でこれ不戦勝の勝ち名乗りは控えには入らずに今みたいにこうして正代が花道から入ってきて、そして勝ち名乗りを受けるわけですよ。この正代不戦勝によって6勝3敗と白星が大きくリードです。一方大野勝の方は初日の相撲で左の足首を痛めまして2日目から休場、そして5日目からまた出てきたんですが、昨日の相撲でさらにその左の足濃い緑の締め込みで登場しました。今場所は島津海は初日から黄色い回しで登場したんですが、やはりいろんな思いがあったと思います。緑の回しで登場してきました。元大関若嶋津日高睦夫さん、心よりお悔やみを申し上げます。さあそして師匠の弔い合戦、一山本、今日は白道富士戦。上体を下げます。左四つに渡り合いました。これは白道富士の形ですが、一山本としては上手が欲しい。白道富士が上手、白道富士が体勢を作っていきます。今場所は途中休場もあった白道富士、足は万全ではありませんが、さあここから前に寄れるか。互いにちょっと出にくいか。伯桜鵬の上手はご覧のように1枚です。引き付け合い。本来でしたら伯桜鵬はここから一気に寄り立てるんですが、左足の親指を痛めています。どちらか頭をつけたいところですが、一山本上手は引いているでしょうか。懐の深い一山本です。引き付け合い、じりっと出る一山本、内掛けにいった。上手を引いた。ここで上手、一山本が上手を引いた。一山本引きつける、攻める。突き落とし、伯桜鵬の勝ち。伯桜鵬もやはり足の親指痛いところでした。そして一山本、師匠の御前にと懸命に攻めましたが、最後突き落とし、白の富士が粘り勝ちです。確かにちょっとやっぱり大変ですね。はい、一山本もあれですね、上手1枚ですけど、互いの1枚で上手を引き合ってたんですね。そうですね、はい、でもここでやっといけたと思ったんですけど、やっぱり腰が高いんでなかなか押しづらいんですね。で、頭入れたのはちょっとそうですね、上手を離して頭をつけて13勝2敗と優勝しましたけども、あの時は、3勝2敗から勢いに乗って一挙に10連勝で優勝を決めてしまったという、素晴らしいですね。はい、今場所もここまで7勝1敗、今日勝ち越しがかかります。一方人気の宇良、この両者の対戦は令和6年の秋場所以来久しぶりです。過去においては宇良が足取りなどで脅かすというそんな一番もありました。勝ち越しがかかるのはこちらの琴勝峰。叩いた、落ちない宇良、しかし押し切りました。押し出し突き出しで琴勝峰勝ち越し。9日目での幕内での勝ち越しは本人最も早い勝ち越しです。これで豪ノ山に続いて琴勝峰も勝ち越し、そして1敗を守りました。8勝1敗です。一つ見せ場がなかったですかね。そうですね、やっぱり相手の方が琴ノ山の方は調子がすごくいいんで、なんか安定な相撲を取りますね。でなんか相撲を取ったんですが、全然自分の相撲が取れない。これでは相手に失礼だということで3日目から休場ですから、0勝3敗5日の休みで今日9日目から登場ということになりました。
対するは美ノ海、沖縄出身、今場所が自己最高位、西の2枚目。木瀬部屋で最近の場所ちょろちょろ見てますけど、やっぱりすごく安定してきたとか自信ついてきたなってはありました、はいあと体も、ね、大きくなってきてますので、確かにそうですね。はいさあ阿炎の腰の具合はどうでしょうか。このもろ手がもう一つ効かないか、どうだ。しのぐ美ノ海、叩きに決まりました。阿炎今場所の初白星、休場明け出てきてまず白星を手にしました。美ノ海は自己最高位、まだ沖縄県出身の三役力士が誕生してない中で期待もかかる今場所西の2枚目だったんですが、これで3勝6敗と星が変わります。うまさと力強さでしのいできたんですけど、そうですね、でもやっぱり阿炎は、思いっきり突っ張ってでも、美ノ海も突っ張られると多分分かって熱海富士に抱え込まれて小手投げを打たれてかなり痛そうにしてましたが、四つでいうと互いにこれ右の相四つです。で過去は若隆景が左からの強烈な押っつけで最終的には左も差し勝ってもろ差しという体勢を作るという過去2番。足が流れた。引き落とし若隆景の勝ち。今日は吉野富士突っ張りを選択しましたがちょっと足が流れてしまいました。立ち合いも2人も良かったんですけ良どね。かったですね。そして今日は吉野富士が突っ張ってきましたね。そうですね、はい突っ張って入ろう。でも若隆景の方がちょっと低いですかね。低いんですだけどここはですね、しながれたんですね。ですね。完全にでも立ち合いはそこまで遅れてもないし、押して出ようとしたところでですね、やっぱり中に入れてからガクンですね。そうですそうです藤ノ川がもう全くその自分の持ち味瞬発力を生かさないという過去2番ですが、こちら新三役熱海富士23歳、藤ノ川はもっと若くて21歳です。今場所は2人の横綱を倒して金星も2つ挙げました。さあ注目の若手の2人。おっと中に入ったらもろ差し、ここを抱え込もうというのが熱海富士ですが、出る藤ノ川の勝ち。考えました。抱え込ませませんでした。過去の教訓を十二分に生かして大きな熱海富士を破りました。体重差76キロ、うまく取りました。抱え込まれかけましたけど、そうですね、うまくそれ逃げましたよね。逃げ切ってそれから確に攻めないと、やっぱり熱海富士は重いから、その重さで負けてはいけないってはいうような感じだったんですね。この後抱え込まれそうになるんですが、そうです、でもこれを攻めてくるんですね、素晴らしいです。いやー気持ちも十二分に入っていました。この相手こんな、今もすごいんですけど、当時はすごかったなっていう感じですね。さあその三役の座を守りたい左がこちら若元春ですが、1勝7敗と苦しくなっています。対する平戸海は令和6年秋場所以来の三役復帰を目指している25歳、5勝3敗で今日からの後半戦です。喧嘩四つの2人です。リードしています。行司木村晃之助。やりました。若元春に
にはこれがあります。これは狙ってもできるもんじゃない。いやもちろんもう素晴らしかったんで、この土俵際のうっちゃり、若元春の一つ得意技というと本人は、決してうっちゃりは褒められない技なのでと言いますけれども、見事なうっちゃり、体がきれいに割れました。なんかそんな感じですね。これ当たって、だって抱え込んでるんですもん、ここで、右手左手は、でこれです、立ち合いからの手に狙ってるような感じでした、若元春ですから左差して右から抱え込もうという、そういうね立ち合いだったんでしょうけど、でもすごい右四つの平戸海は構わず出ましたが、痛くなるとなんか手に力入らないとか言いますよね。足に力入らないとか、やっぱり全体的に響きますので、対戦相手は昨日豊昇龍を破って6つ目の金星を挙げている大栄翔。この霧島大栄翔といいますと、そういえば令和5年の春場所優勝決定戦を2人演じました。あの時はなんと決定戦で物言いがついて取り直しの末、霧島が初優勝を遂げたという令和5年の春でした。下がらない霧島、うまく体を開きました。突き落とし、霧島勝ち越し、1敗を守ります。これで霧島、琴勝峰、豪ノ山と3人がいずれも勝ち越し、1敗を守りました。調子いいですね。体も張りが見えてますね。素晴らしいですね。非常に大栄翔突き押しの相撲ですが、何か見ていても慌ててないんですね。そういう感じますね。慌ててませんでしたもんね。立ち合いも怖がって、立ち合い振り込んでますし、振り込んでますし、その後にもどうなってもそんなですね、慌てても楽しんでいるような感じがしておりますね。必死すぎるでも感じないですね。そうですね。つまり肩に力がそれほど入ってない。入ってないんですね。優勝経験も2回持ってますよ。埼玉栄高校の先輩後輩、琴櫻の方が先輩です。そして場所前に、地方場所も含めて王鵬が琴櫻を訪ねて佐渡ヶ嶽部屋に稽古に出かけて、毎場所のように稽古を積んできた2人です。王鵬はここまで3勝5敗。過去は8対5と琴櫻がリードしています。突っ張る王鵬、突き返す大関。今日はまわしを求めません。琴櫻押し出しました。琴櫻の勝ち。これで幕内通算300勝にもなりました。今日は途中からも徹底して押して出ました琴櫻。白星でした。この相撲どんな印象ですか。そうですね、やっぱり琴櫻関は重いんで、なかなか押せられなくて、取りにもいかなくて、そうですね、ここでいけたなと思ったんですけど、やっぱり体重が重いんですね。さすが大関も、腰も重いからなかなか押しない。高安チャンスやぞという声も聞こえるこの大阪、エディオンアリーナ大阪。高安ファンならずとも相撲ファンならば、この高安の初優勝というのを一つ楽しみだ、いやむしろさせたいと思っている方いらっしゃると思います。いっぱいいますね。2月の28日には36歳になった高安、優勝、そしてまた大関に戻りたいとコツコツと稽古を積んでいます。左の相四つでもあるこの2人の対戦です。下がりから青錦が取って前傾で攻める。青錦押し出しました。今日は青錦らしい相撲。高安もう一つ粘りがありませんでした。
重たい腰を生かすことができず相撲を取らせなかった青錦、これが青錦の相撲です。連敗を止めました。高安は2敗から3敗。いけないっていうような印象だったんですけど、はい、慎重に自分の体勢、持っていったなって、取れたなっては思いますので、これからはまだまだ、今場所には、いい成績残せるじゃないかとか、そうですね、そうですね、残り全部勝って、勝ってはまだ10勝2桁、だと思いますね。そこまではもう動きも鈍くないし、いい動きもしてます。隆の勝が自分の相撲を取り切れるか、あるいは取り切ろうとするだろうというガガ丸さんの解説。おそらく今日も突っ張り右ののど輪というのが隆の勝自分の持ち味です。この両者の対戦はこちら豊昇龍が10勝、隆の勝3勝、現在豊昇龍が4連勝中という隆の勝豊昇龍戦です。勝ち越しをまず目指す隆の勝、横綱として初の賜杯のためには連敗はできない豊昇龍。今日から後半戦9日目の結びは注目の一番です。手をついて仮差しを狙っていきました豊昇龍、許さない隆の勝、のど輪、しかし豊昇龍が捕まえた、押し出しました。豊昇龍の勝ち、隆の勝2敗、豊昇龍連敗はしません。今日は1横綱2大関、初めて横綱大関安泰となりました。隆の勝は2敗に後退です。気迫とその一方で非常に横綱は落ち着いてさばいたというんですかね。そうですね、横綱は横に動いたってことではないんですね。ここですね。張ってこう上手を狙いに行ったんですね。狙いに行って、でそこでもう手はいくら伸ばしても横綱を下から攻めてきてるからですね。なんでやっぱり自分の体型は上に伸びて、下がることになりますね。しかもこれ右方向にこう動いてたんですね、豊昇龍そうね。ですね。右ののど輪をこう避けようというか、そういう意図かどうかは分かりませんけれども、やっぱり、その相手は動いてからの伸ばしと思いっきりぶつかり合いしての伸ばしは全然違いますので、力の出し方を。なるほどね。そうなんですので、そこにはちょっとやっぱり足が止まったっていうことになりますので、逆に横綱はその辺考えてきた立ち合いということですね。もちろんですよ。横綱的にももともと押し相撲ではないし、捕まえていればあっては、もちろん横綱の上なんですけど、思いっきり胸でいくよりやっぱり、ちょっと横から回しとって、ちょっと押し相撲のそのパワーが止めるってことになりますので、考えて当たったと思いますので、土俵上ではその横綱豊昇龍と同じ立浪部屋上戸の弓取り式が、今行われていたところです。火が鳴って打ち出しは午後5時56分です。さあこの後はガガ丸さんに、今日はこの一番だというのを選んでいただいて、解説を交えて、たっぷりと振り返っていきます。